佐藤二郎さんの問題は混ぜるな危険のキャスティング情報共有不足ですか、誰が文集にリークしたの。まあフジテレビの問題ですよね。結局その橋本さんがそういう状況だよねっていうのを佐藤さん側にフジテレビがまず伝えなかったっていう問題と、キャスト同士の揉め事っていうのはどういう現場でも多かれ少なかれあるので、そこの間に入るっていうのをちゃんとやってお互いを収めなきゃいけないのに、週刊誌に垂れ込むようなことをやってしまったっていう。フジテレビの弁護士が週刊誌に垂れ込んだ説もあるので、フジテレビの弁護士は相変わらずやらかしてんなっていう可能性もあるんですけど、とはいえそういう状況を起こしてしまったっていうのはドラマの制作側であるフジテレビ側の問題っていうのは結構大きいんじゃないかなと思いますけども。エレクさん、部下や後輩を指導するときに気をつけてることありますか。人に意見をつけるときに意識していることがあったら教えてください。絶対敬語で言う。二人っきりの状況にはならない。メーリングリストとか大勢の人がチャットとか、基本的にはそのダイレクトな状況ではやらない。メールもその人宛てに送っちゃうと、他の人も見てない状態で送るっていうのをやると、例えば3人いたら3人に同じことしなきゃいけないじゃないですか。なので3人ともに送っとくと3人ともに伝わるんですよ。なので基本的には何か伝える時っていうのは大勢が見てる場所で書く。何か伝える時も2人っきりにならないリスクがあるので、タメ口聞いたりするとあいつタメ口でムカつくとか言われるので、基本的には僕はずっと敬語です。はい。でただもう今時指導とかしないっすよね。いやこれね、多分他の会社やってる人もそうだと思うんですけど、指導をするというのでうまくいく人より、多分その結果トラブルになる割合が結構上がってきてる気がするんですよ。多分ね、10人のうち9人は指導しても大丈夫なんですけど、指導しちゃいけない1人に指導することによってすげえ面倒なトラブルが発生するんですよね。パワハラされたとかセクハラされたとかで、実際優秀な子たちって指導しなくてもこれこうした方がいいよとか、こういうのってこういう失敗あるんで気をつけてねみたいな指導ではなく、普通の会話とかアドバイスの時点で結構もうその先に言わんとすることを読んでくれるんですよ。でもそれが分からなくてなんか失敗して指導が必要になるっていう時点で結構微妙なタイプの可能性高いんですよね。なので指導とかの状態にならない段階で情報を与えるとか、こういう失敗ってあるよとか、あと最初の段階で嘘ついたらマジで潰すとかっていうの結構今でも言うんですけど、好きあらば伝えようとするんですよね。これ分かってないですよねとか、これ間違ってますよねみたいなのは大勢が見てる前で結構冷たく書くんですよね。でそうすると次回からそういうことをしないようにしようっていうのは他の人に見えるので、これは指導とかではなく、足りない状態でなんで送ってきたんですかとかっていう相手が困るような書き方をするっていう感じですね。僕爆弾っていう映画をネットリックスで見たんですよ。あれ佐藤二郎さんでいいんだっけ。確か日本アカデミー賞で受賞したと思うんですけど、あれは面白かったですね。あ、これは確かにアカデミー賞取るよねっていうぐらいの、頭がおかしくて頭が弱い人のふりをする、ひょっとしたら頭がいい人っていうのと、本来の性格が全くわからない山田裕貴さんっていう山田裕貴さんも一緒に飲んで YouTube でも登場していたことがあるんですけど、素だとすごい真面目でおとなしい人なんですよ。ラジオだとすごいテンション高くやってたりとかで、本質的な自分のポジションっていうのが多分あんまり決まってない人で、なので映画の前半は上司の横でメモを取る、頭はいいけどあんまり表に出てこないっていうタイプなんですけど、後半になってくるとガチで社会不適合で頭のいい人ってこういう感じだよねっていうのをもろに出してくるんですよ。でそこに対してもともとホームレスだったりとかで頭はいいんだけど社会との接点がうまく取れなかったけど約束は大事にしたいよねって思うタイプで、でも別に大衆というのは人の命というのを軽く見て、ホームレスの人の命を軽く大衆は見るわけだから、じゃあ俺はあなた方の命を軽く見てもいいよねっていう論理的整合性を割と重きを置くっていうタイプの犯人側と、そんなもん当たり前じゃん、合理性で考えるべきでモラルとかなんて特に俺は考えたことねえよっていう頭のいい側の山田裕貴さんっていうのの議論で話が進むっていう、どちらかというと密室型の映画で、密室型と呼ばれる、僕が勝手に言うんですけど、潜水艦の中とか取調室だけで話が進むタイプの映画が好きなんですけど、割とそのタイプで、なので共感ができるタイプのキャラクターが出てるなと思いながら面白かったので、もし興味がある人はネットフリックスで見てみてください。はい、山田裕貴さんとラジオの共演の感想をしてください。山田さんの希望通りひろきさんもありましたか。基本的にやっぱなんだろうな、
変わってるんですよね。目の前の仕事に対して何でも全力投球をしようとするっていう、生真面目さと、あさっての方向の努力。ラジオ番組に出演したんですけど、机の上にマイクが生えていて、座って喋るようになってるんですけど、山田裕貴さんが大声で出して、仁王立ちで叫んでいて、いやいや、マイク下だから、マイクに向かって叫ばないとダメなんだよな、と思ったりとか、スタッフさんに向かって立ち上がって大きな声で言ってるんだけど、いやいや、それもね、マイク経由で、みんなこうヘッドホンでスタッフさん聞いてるから、マイクで言った方がいいんじゃないかな、みたいな場面がちょこちょこあって、オールナイトニッポンっていうので、TVer とかで弾けるのかな、はい、今まで出会った悪い人を分類分けしたら 90% がパワハラとかの口から出る系だった。こういうのって録音でもしない限り問題になりにくいから悪い人はバラに描けるのかな。言われた本人は暴力されるよりもずっと深い傷を何年も負うのに、法律の世界は職は全てらしいから録音は大事。つまりひろきスマホ以前と以降だと世の中良くなってると思う。悪いことがなくなるという意味で。多分ね、今スパチャを送ってくれてる方はすごい恵まれた環境に育ってると思うんですよね。世の中の多くで悪いやつっていうのは物を盗むとか、人を殴るとか、DV をするとか、セクシャルハラスメントをするという悪いやつがいっぱいいるんですよ。でも、今まで出会った人で分類分けすると、9割がパワハラってことは、パワハラ以外の悪い人にあんまり会ってなかったってことだと思うんですよね。というのを考えると、世の中はめちゃくちゃ良くなってると思いますよ。やっぱ昭和の時代って理不尽な暴力は普通にあったし、泥棒も普通にいたし、なので、それに比べるとね、セクハラも当たり前にあったので、なので良い時代になってるし、本当に9割パワハラっていうことは、それ以外の悪事をする人がほとんどいなくなったっていうことだと思うので。なので、日本はそういう意味でいい国になったんじゃないかなと思います。学校の先生にも殴られるの普通でしたから。最近ね、電車男の DVD を見たっていう話を聞いたんですよ。知り合いが若い人で、電車男というのは知ってるし、ひろゆきが2チャンネルというのを作ったを知ってると。ただ、30代なんですけど、2チャンネルというのがあった時代に2チャンネルを見ていないから、空気感がわからんと。社会の中でどう受け止められて、どういう風な存在だったのかみたいな、X みたいなやつって言われても、X と Facebook って違うじゃないですか。どういう感じなのかなって思うので、電車男を見たっていうのがあって、オンラインにもないんですよ。Netflix とか、Hulu とかにもなくて、DVD を借りてみたらしいんですね、電車男。で、見て、調和に驚いたって話をしてて、会社の中のシーンで女性の部下に対して上司が俺の下半身なめろ的な冗談を言うらしいんですよ。今だったら完全アウトじゃないですか。でもこれがパワハラの一例として普通にスルーされて物語が進んでいくっていう電車男よりもそっちの方に驚いたって話をしてて、僕もその時代あんま覚えてないけど、あ、確かにそういう感じあったよなみたいな。昔はそういうのって完全にスルーしたけど、そういえば時代って全然違うなと思って、昔はそういうのを女性社員に言って、女性社員も笑い話としてスルーするみたいなっていうのがテレビドラマで普通に流れて、それにみんな投書したりとか文句言ったりもなく、受け止める空気感だったんですよね。電車男もだから20年とかでしょ ?20 年前ぐらいだからね、結構ね、社会って変わってるんですよ。これがね、あとね、もう一つ気づいたのがあって、映画版は僕新宿の試写会に行ってみたので分かってるんですけど、テレビドラマ版、僕見た気になったけど、実は見てないということに気づいたんですよ。DVD 送っていただいたと思うんですけど、あの時代ってさ、リアルタイムでテレビの前に座ってるか、録画しないと見ないじゃないですか。僕そんなにテレビ番組あんま見る人じゃなかったので、いちいち録画の設定とかしてなかったんですよ。だから、ああ、電車のとこやってるんだなぐらいで、やってるよねって言われて、ああ、やってるやってるみたいなので、最初の打ち合わせとか出てたから、見た気になって、第1話は多分見たんですよ。だから見た気になってるだけで、あ、実は僕、電車男ドラマ版見てねえんだっていうことに、49歳、20年ぶりに気づくっていう。とはいえね、もう見る機会はあんまりなさそうですけどね。また見ないままになると思うんですけど。はい。というわけで、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。